う同期は全員辞めましたね。1期生1人と2期生2人です。そう回転ラッシュでもやめない理由は何なんですか？心配とかないんですか？2人が辞めちゃうとか。だからまあ彼らに対して皆さんへシャンパンコールの質問です。シャンパンを入れてもらったホストの方はシャンパンコール中に結構静かな感じでいると、スンっていう感じでいると思うんですけど、その一緒に盛り上がらないのは何か理由があるんですかっていう。いやあれさむずくない？シャンコ中何考えてる？何考えてるって言われるとすかしちゃうよね。かっこいい自分で言おうしかないですよ。俺もそうっすね。ってなると最終的にもうこうやっちゃいます。そうなんかそうなっちゃう。騒ぐのかっこ悪いって思っちゃうんだよ。確かに。ホスト歴何年になってもあの瞬間だけみんな中二になっちゃうんですよ。昼休みとかになんか女子が俺のこと見てるわって思う時の格好をみんなしがち。じゃあ一応その何したらいいか分かんないっちゃ分かんないってこと。何したらいいか分かんないからとにかくなんか自分が思う思いのかっこいいなんか気だるそうな顔みたいなしてそういう視点で見るとめっちゃおもろいかもしれない。こいつこれがかっこいい仕草だと思ってんだ。ローランさん、やっと俺に質問来た。ちょっと変わった質問ですけど、東條誠さんに質問です。当時はめんどくさい系のファンじゃん。めんどくさい。子さんぶってるやつ。アメブロはもうなくなったのでしょうか？アメブロってそもそも知ってる？いやわかんないです。わかんないんだ。怖っ。ブログそうですね。どんなのかわかんないです。いや、アメゲーならわかりますよ。アメゲアメゲー逆に知らない。アメゲーってなんだっけ？やばい、これ24だってこうなんですやばい、マジで結構カルチャーショックなんだけど。まあ昔ブログのプラットフォームで一番有名だったのがアメーバブログっていう媒体で、その時の、集客の方法って大体外でチラシ配るか、初回来ていただいて、送りをもらってで連絡先交換して指名をもらうぐらいしかなかったの。でも新しいプラットフォームないかなってその時考えてて、俺は別にそんなになんかこうなんていうの有名な店で働いてるわけでもなかったから、自分を有名にするために何が一番必要かなって考えた時に、俺結構文章書くの好きで小論文とか結構成績良かったのよ。なんか文章力は他のホストに負けないなんか一個の武器になるなと思って、でブログを書き始めたのね。でそれが文章力この人面白いぞみたいになって、すごいちっちゃいお店だったけどブログ読んできましたみたいな、今で言うインスタ見ましたとか TikTok 見ましたみたいな集客方法の走りを歌舞伎町でやったのよ。そのブログが多分見てらっしゃった方、結構子さんの方だと思うんですけどがその話をしてますっていう。どんなことを挙げてたんでしたっけ？結構辛口のなんかノーマネー合法みたいな、もう金ないやつはもう来なくていいみたいなことを書いてたんですけどでもね、お客さん来るんですか？いやなんか面白いぞみたいな、そんだけ言うからにはすごいんだろうみたいな。でも俺ももう一回そのブログ読みたいけど、俺も探しても出てこないですよね。もうサイバーさんにちょっと復活させてほしい。俺らも見たいですもん。多分見たいよね。見たいです。ちょっと。もし明日から昼間の雇われの仕事に就かないといけないとしたら、どんな仕事したいですか？俺一択っす。俺俺動物園で働きたかったんですよね。動物園だな。可愛い。俺動物好きなんで、めっちゃ好きで。飼ってるんですか？フェレット飼ってます。フェレットってなんか大変って聞きますよね。だけど飼った理由もあって、なんか犬とか飼おうって最初飼いたかったんですけど、犬はちょっと一人にしてすごいかわいそうだなと思ったんですけど、フェレット1日20時間ぐらい寝るんですよ。めっちゃ寝るんですよ。めっちゃ寝る。でだから基本的に留守しても大丈夫なんで、活動4時間活動4時間なんで、
本当にだからほぼ寝てるんですごい買いやすいですけどほぼ寝てる寂しくない自分が構ってほしいというか家にいることほぼ少ないんで帰ってきた時のタイミングでこう起きてそっかそっかそれでも癒されてる。じゃあランがシャンパン飲んでる時もダンスしてる時もフェレットずっと寝てるんですはい、まあ養わないといけないんで頑張んないとなと思うんですけどね。いや僕はなんか雇われかわかんないですけどスポーツ選手とかシンプルにやっぱ毎日戦いたいなっていう多分根っからの戦闘民族なんですよ。毎日刺激がないとなんかやってらんないですよ。なんかリアルにジャージ日本代表のジャージ着てたらアーチェリーのなんか銅メダリストっぽいイケメン銅メダリストでもそもそも昼食やってたじゃないですか。そうですね。工場では発揮できてたんですか。毎日もう本当家帰ってちょっとだけ寝て、娯楽の時間あったりとかしてで、また朝来たら出社してずっと同じことしての繰り返しが365日あってなんかもうその時はもうなんか自分のなんか自我がなかったですね。なんか惰性で生きてましたね僕は当時は。その間はもうなんか戦闘民族なら速攻やめたいって思うはずなんですけどもうなんか諦めてたってことですか。もともと多分戦闘民族なんですけど工場入ってからだんだん日に日にもう麻痺してくんだよね多分ね、そうなんですよ。それ工場に勤めてた人みんな言いますわ。もちろんそこに多分やりがいを持ってこうお仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕はこうやりがいを見つけられなかったが正解ですかね。逆にそのオーディションに受けようと思ったらよく思いましたね。丸5年のタイミングでいやちょうど転職もしたいなっていう時に、ずっとこうローランドさんの、SNS とかずっと見てて1回目のオーディションの時に行こうとは思ったんですけどランの時にね。そうですそうです。で的場さんとかが実際受かってたじゃないですか。隣の県のなんかそのかっこいい人が行けたんだったらじゃあ自分は絶対行けると思って応募しました。それで2期応募したんだ。はい、もうその時から決めてました。1期の時から。だから本当にこれ多分今見てる YouTube 見てるもう多分その自我を捨てて、これでいいのかなって思ってる人絶対いるわけよ、そういう人にこの発言をマジで聞いてほしい。本当に踏み出してよかったと思うじゃん。もう 100% 後悔ないですね。そうだよね。はい。今までで姫に言われて一番嬉しかった心に残る言葉は何ですかっていう。あなたが私の生きがいです。それ嬉しいね。確かにわかるわかる。それ言われてどうやって返すんですか。確かに意味ないそのために生まれてきたんでって。王子様やるんだちゃんと、意外と恥ずかしがって言えないやつ多いからそういうこと言えるって多分結構才能だからね。ありがとうございます。花さんあります。福岡のホストの時にちょっと最初ここ歌舞伎町を踏み出すの超怖かったんですけどなんかどこ行ってもついていくよって言われたのはすごい今でも覚えてますね。小田さん福岡からいらっしゃってるんですか。福岡から来てます初日のために来てもらいました。周りのキャストからすごい反対されたんですよ。今のお前のレベルじゃ歌舞伎町行っても通用しないからこっちで1000万売ってから攻めていくようにしようとかすごい言われて、けどあの時なんか自分の意思でこう行くのもあったんですけど、その最後の一言があったのが自分のワンプッシュあったかなと思うんでそこはすごい嬉しかったのを覚えてますね。あります一番嬉しい一言は多分これみんなが多分納得すると思うんですけど、あといくらでラストンいけんのそっちにそれ聞いてくれましたか。よくぞ聞いてくれましたとあれめっちゃテンション上がんない。上がりますね。言われたことある。いや会長あれは嬉しいですよね。今日あといくらでラストンいけんの。こんな嬉しい人はないと思うよ。もう絶対ねお客様としてホストクラブ行ったらみんな行った方がいい。絶対テンション上がるから。2人は結構いい話ですけどロアさんはもう金という。金ですね多分それは誰が言われたも超誰が言われてもホストが言われて一番嬉しい一言はあといくらでラストンこれはもう断言してもいいわだからそれぐらいのなんか自分から言ってくださるってことはそれぐらいの対価を顧客が見出してくれたなって思える瞬間なんです。自分から言ったらなんか押し売りみたいになりますけど能動的にこう言われるとなんかすごい自分がしたこと間違ってないんだって思えるんで
自分でシャンパンをおねだりしてるうちはまあ二流なんで、やっぱ自分からこうお客様から言われて初めて一流だなっていうところからもうやっぱ嬉しさにつながる。今避けられない質問ということで、回転ラッシュでもやめない理由は何なんですか？あとやめたくなった瞬間とかはないんですか？ありがとうシップ。はい、ホストやめます。でもなんか周りが辞めたからこう辞めるっていうのはなくて、まあ、最終的にはもう自分のためにホストを始めたんで、まあ、周りがどうこうなったからってこう辞めるっていう考えは全くなくて。まあそうですね、なんか周りにこう引っ張られたりとか、あと環境のせいにする人って多分どこ行っても成功しないんで、もともと会長と一緒に働きたかったっていうのが強かったんで、もう別になんか辞めるっていう選択はないですね。クラブ組も辞めた人いるんですか？この最近。クラブ組はでも同期は全員辞めましたね。1期生1人と2期生2人です。そうだとリンだけです3期生はいないもんね。そうですね。そういうもんなんですかね。まあそういうもんじゃそういうもんだし、まあ多分その辞めた子にスポットライト当たりがちですけど、なんていうんですかね、ワード的には多分退店っていう方がセンセーショナルなんでそっちに注目されがちですけど、まあ、入ってきてるスタッフもいるんで、まあ、そういう見え方になってるのはもちろんありますけどっていうだけの話で、まあ、売上的なベースでいうとそんなに、まあ、もうちょっと上を目指したいですけど1億っていうラインはなんか切らずにこう来てるっていうのは、まあ、出ていったスタッフもいるけど入ってきたスタッフもいる何よりの証拠なのかなっていうのはありますけど。なんかまあ人に流されないというのはあったと思うんですけど、ぶっちゃけなんかここに残りたい一番の理由みたいなのってあるんですか？もう本当にぶっちゃけ。なんか普通のホストクラブで終わらないようなホストクラブっていうか、そのホストを引退した後も結構未来があるようなグループだから、僕はそれが結構大きいですね。そうですね。まあ、リンの意見も全く同じの部分もあるし、まあ、ただ単純になんかクラブ好きなんですよね、メンバーが。なんか男子校みたいじゃないですか、結構。まあ確かにそんな感じでこう和気あいあいしてお互い高め合う存在とかじゃないですけど、なんかもちろん未来の話とか、まあ、会長が好きっていうのもあるんですけど、まあ、一番の理由としてはクラブのみんなが俺すごい好きなんで、なんかいて一緒に居心地がいいし、まだまだ高みを目指せるなと思うんで、退店した人にスポットライトが当てられてこう悪いイメージ持たれてる部分もあると思うんですけど、全然そんなことなくて、なんか今のいるメンバーって俺すげえなんかリンと今日来る時もタクシーで話してたんですけど、なんかすごいみんな和気あいあいしてすげえ楽しいよねとか、クラブのメンバーが大好きっていうのが強いですね。なんか心配とかないですか？なんか2人が辞めちゃうとか。いや僕は結局なんかこうついてきてくれたメンバーをいかに幸せにするかしか考えてないんで、だからまあ彼らに対して今いてくれてるっていうその事実が僕にとって一番大事で、辞めたらどうしようとか辞めた後に悪く言うとかは正直言うとあんまりないかなっていうのはあります。なんかこの一連の話で話したりとかするんですか？けど基本的に辞めたキャストの話はしないですね。というか多分モテない男の一番の典型は昔の女の話をするっていうだと思うし、まあ、女でもそうですけど元彼の話ずっとしてる女と一緒にいても面白くないじゃないですか。まあ俺が彼らに言ったのは、世間はどういう見方してるか俺は正直興味ないから分かんないけど、うちのグループがまあこういうふうにセンセーショナルに落ち目だって言われたら世間きっと喜ぶぜと。なぜなら俺たちはやっぱり煙たがられてるし羨ましがられてもいるから、まあ多分世間は喜ぶぜと。でも俺らが結果をここの状況で出したら世間はどう思うかと、多分がっかりするよなと。もう俺らでじゃあその世間をしょうがねえけどがっかりさせてやろうぜっていう話を彼らにはしましたね。